んにちは。はじめまして、ちーぼーです。今日は海外旅行または海外一人旅に役立つグッズ5選を紹介しようと思います。私ちーぼーはですね、旅行が趣味の OL でして、国内旅行は47都道府県中36都道府県訪れました。最近は海外が暑くて、今回の年末年始ではドバイに行ってきました。長期のお休みなんかは、リュックを背負って一人旅に行くっていうスタイルが好きです。今年2023年のゴールデンウィークに初めて、海外旅行の一人旅に挑戦します。なので記録に残したいなと思ってこの YouTube を始めました。はい。ということで今回は海外旅行または海外一人旅に役立つグッズ5選を紹介していきます。まず1番目はこちら、全世界対応型の海外変換プラグです。こちらは今回私新しく購入したもので Amazon でもおすすめされてます。200カ国に対応してるのでこれさえあれば割と心強いんじゃないかなって思います。で重さも 100g と軽いですし USB ポートも2つついてます。なので一人旅に行く方はまとめて充電、お友達や複数で行く方はシェアもできると思います。色味も結構黒が多い気がするんですけど、この白っていう色味も私は気に入ってます。で、去年シンガポールに行った時は私シンガポールに対応する単体のものを買っちゃったんですけど、そういった方もいらっしゃると思うんですけど、今回行くところはまた別のタイプだったので今後を踏まえてこの全世界対応型の変換プラグを購入し直しました。はい。でこちらはケースもこうやってついているので結構頑丈なケースがついているので持ち運びも安心だと思います。ということで1番目は全世界対応の海外変換プラグでした。続きまして2番目はこちらも新たに購入したフットレストです。これは前回ドバイに行った時にもう本当に辛くて12時間のフライト、初めてその長い旅だったんですけど、本当にもう機内の足が辛くてだいぶ舐めてました。でそのドバイの帰り道で隣の席に座った方がすごい旅慣れた女のお姉さんだったんですけど、その方のがカバンからおもむろに取り出してたのがこのフットレストだったんですね。でこれをこうふーって空気を入れてでどんどん膨らんでってそれを床に置いて足乗っけてってしてるのがすっごい快適そうだったんです。でそれでもうこれだと思って私も次海外行く時はもうこれ買おうって思ってたんですけど、で購入しました。そんなフットレストです。でフットレストも多分いろんなタイプがあると思うんですけど、直接息をふーって吹きかけるやつもあるんですけど、私はここをポコポコポコって押すことで膨らんでいくっていう仕組みのものを選びました。こっちの方が楽だし衛生的にいいかなと思ってこっちを選びました。素材もスウェード調なので触り心地もすごくいいです。でこちらは収納ポーチがこうやってついてるんですけど、こうやって包むやつですね。これを開いくとこういったちょっと包める形になっていて、でこれを床に置いて膨らましたフットレストを置くとフットレストが汚れないっていうカバーになってくれるんですね。よくCA さんとかも言うと思うんですけど、飛行機の床ってすごい汚いですよみたいな聞いたことあると思うんですけど、なので使う時はこれがカバーになってくれて、使い終わって畳む時はこれがそのまま収納ケースになってくれるっていうものですね。今回これすごい期待してます。私今回のフライトで足元がすごい快適な空旅ができるといいなぁと思ってます。ということで2番目はフットレストでした。はい、そして3番目は折りたたみ式洗面器です。これは私が見てる海外添乗員の夏木さんという方の YouTube 動画を見ていいなって思って似たようなものを見つけて購入したんですけど、私基本的にリュックで一つで身軽に一人旅するっていうスタイルが好きなので服はあんまり持ってかないんですね。5、6泊ぐらいするときはもう2日分しか持ってかないんです。今日の分と明日の分、それをホテルで自分で洗って干して着回すみたいな形にしてるんですね。
その方が荷物も少なくなるし、より身軽に旅ができるのでそうしてるんですけど、なので今回海外旅行でもこれを持ってこうかなって思ってます。でその他にも海外行くと日本とホテルのアメニティとかも違う部分とかあったりすると思うし、洗濯以外の用途にも使えるんじゃないかなって思ってるのでちょっと購入しました。はい、大きさ的にもちょうどいい感じです。これぐらいの大きさで、深さもこれぐらいですね。こんな感じで、こちらもここで息をふーって吹きかけて膨らまして立体的にして使い終わったらここで折りたたんでこんなにコンパクトっていう感じです。で実際に旅行中にも洗濯以外にもこんなことに役立ったよっていうのがあったらちょっと紹介したいなって思ってます。以上、3番目は折りたたみ式洗面器でした。はい、そして4番目はこちら、リバーフライヤーさんのセキュリティポーチです。セキュリティポーチは首掛けとかウエストポーチとかいろんなタイプがあると思うんですけど、これはウエストポーチ型です。でこちらはベルトもしっかりしてるし、生地も薄いのでこんな感じでウエスト2枚でもそんなごわつかない感じになってます。で素材もライクラ素材って言ってすごい頑丈なこういう素材なんですよね。わかるかな。そう昔もっとすごい安いもっと薄い素材のものを試しに買って使ったことがあるんですけど、それはやっぱり生地の耐久性があんまり良くなくてその度1回でダメになりました。なのでやっぱどうせ買うんだったら生地は頑丈なものがいいと思います。なのでこれすごく丈夫です。おすすめです。でこれは手前がここがジッパーになってて、ここで1個仕切りがあって分かれてるんですよね。で奥にカードを入れられるのが3枚ついてます。こんな感じで、ここでプラスここでボタンを開けてもらうとさらに中にポケットがあって、こんな感じで開けるとここにもカードが3枚入って、でこっちには、スキミング防止素材になってるんでパスポートちゃんと入りました。スマホもサイズ入るし、私はパスポート自体にスキミング防止のカバーをつけてるので、そのカバーした状態でも入るぐらいのサイズ感です。なのでパスポートのカバーしてる人も多分入ると思います。貴重品は一通りここでまとまるんじゃないかなって思います。そういったところもねいいなと思って、私はこのリバーフライヤーさんのセキュリティポーチを購入しました。で実を言うと私首掛けのこれ首掛け型も持ってるんですよね。こういう形で。でじゃあなんで今回これは年末年始のドバイで使ったんですけど、じゃあなんで今回新たにウエストポーチ型を購入したかっていうことなんですけど、理由は主に2つあって、1つは、やっぱり一人旅なのでセキュリティ面をもうちょっとしっかりしたいっていうことで、これはウエストに巻いてその上からこう T シャツとか着ちゃえば隠れるんですよね。こう見えなくなる。全くセキュリティポーチつけてること自体が見えなくなるんで、一人旅行くんだったら、完全にこうやって体に密着させてるものの方が、セキュリティ面的にもいいのかなと思ってウエストポーチ型を購入しました。で2点目の理由っていうのが、ドバイの時はもうどうしてもワンピースが着たかったんですね。シンガポールで買ったワンピースを着ていきたいっていう理由で首掛けを選びました。ウエストポーチとかにしちゃうと、ウエストポーチの上からワンピース着ちゃうとたどり着かないじゃないですか。なので首掛けにしたんですけど、ワンピース着た上からこうやって首にかけたんですけど、ドバイの時は服装をこれちなみにこうやってなんていうんだっけ、これ裏返しにできるようになってます。リバーシブルになってます。でドバイの時は服装を優先にしたので首下げにしたんですけど、今回は完全に一人旅になるので、セキュリティ面を優先してウエストポーチにしました。ただ一応これも持っていこうかなって思ってます。っていうのも私すごい民族衣装が大好きなんですね。シンガポールの時もドバイの時も
したんですけど、できれば今回も旅先でいいものがあったらワンピースとか買いたいなって思ってるので、買ったらやっぱすぐに着たくなっちゃうので、その時はこの子の出番です。控えの選手ですね。さっきのセキュリティ面の話はどこ行ったんだっていう話なんですけど、そこは華麗にスルーしてください。旅とはそういうものがつきものですからね。ということで4番目はセキュリティポーチ、ウエストポーチ型でした。はい、そして5番目が最後、5番目が自撮り棒です。これはもう定番っちゃ定番なんですけど、ちょっと今撮影で使ってるんで箱だけになっちゃうんですけど、やっぱ便利ですよね。せっかく時間とお金をかけて旅行行くんだから思い出にいい写真撮りたいですよね。で、もともと私自撮り棒は持ってたんですけどなくしちゃって、でドバイ旅行の際に買い直したんですけど、もうめちゃくちゃはしゃいでデザートサファリっていう砂漠ツアーがあるんですけど、もう砂漠の中を自撮り棒の中でうわーとかってはしゃいでたら、完全にその中で砂漠の中落として砂まみれにしちゃったっていうこの子です。なので今でも伸ばすとたまにジャリ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 みたいな音もするし、たまに砂とかもハラハラって落ちてきたりするんですけど、で今でもドバイの砂がこの子には刻まれてます。なのでね、今回の海外一人旅でも、ジャリジャリ言わせながらいっぱいいい写真撮れたらいいなって思ってます。ということで最後5番目は自撮り棒でした。ということで海外旅行または海外一人旅に役立つグッズ5選を紹介しました。超絶アナログ人間の私がですね、ゴールデンウィーク旅行前にこの動画をちゃんと果たしてあげられるのか、とりあえず頑張ってみます。実際の旅行の動画はもうちょっと後になっちゃうんですけど、こんな感じでゆるく自分の旅の経験だったり自分の好きな旅行の話ができたらいいなって思ってます。グッドボタンやチャンネル登録などよろしくお願いします。こっちか、よろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。になるのでそうしてるんですけど、なので今回海外